안녕하세요. 가이드のユンユンです。前回の玉ねぎ男2に続き、金太郎チャンス。まだまだ。早速、玉ねぎ男3が現れました。っていうか、3の方が2よりもデビューは早かったんですけどね。もう金太郎たちが次々出てきて、パチスロで言うと今もう設定ロックの状態です。ユン・ソチョの職務停止に関する二次審問の前の大検察署の前の様子です。市民たちが応援の意味で送った花輪がずらりと並んでいます。ユン・ソチョが職務停止から解除されると、早速次の日から出勤するだろうという話が圧倒的に多かったんですが、みんなの予想通り次の日出勤しました。ユン・ソチョが捜査しなきゃいけない人が玉ねぎ2に続き玉ねぎ3までまたユン・ソチョの仕事が増えました。玉ねぎ男3の話の前にこの前の元祖玉ねぎ男の話を追加で説明させていただきますと、玉ねぎの嫁が今までは自分はパソコンのことを何も知らないって言ってきたんですが、35年前から自分が就職する会社の履歴書まで偽造していた偽造のベテランということが明らかになり、これ以上嘘で真実を覆うことはできなくなりました。そしたら裁判が終わってから玉ねぎの嫁が自分の弁護人に言った言葉がすごい話題になっていました。彼女はなんと自分の弁護人に私の代わりにちょっと入ってくんないって言ったそうです。だからこの一人の人たちは本当に自分たちがヤンバンだというふうに思っているのが確実です。朝鮮時代を描いた映画の中でイ・ジョンジェ主演の当時も3つの国民の義務がありましたけど、今の兵役の義務にあたる欲っていうのをヤンバンたちがお金を払うと代わりにやってくれる、そういう人たちがいたんですね。まるでそれを頼むような感じで弁護士にそれを言ったんです。もちろん実現されることはないと本人も思って言ってたと思うんですが、冗談でもそういうことは許されないことです。つまり全く反省してないってことじゃないですか。でも玉ねぎの嫁は結局誰も避けられない拷問検査をして、もともとはソウル拘置所に行かなきゃいけないんですが、今コロナの問題でソウル南部拘置所に行くことになりました。そしてコロナのため2週間は独房でいなきゃいけないそうです。ソウル大学のインターンシップに関しても玉ねぎが作ったものもあるってことが明らかになりました。玉ねぎも早く嫁が行ってるところに行くと思います。玉ねぎの息子のまたインターンシップを偽造してくれたチェガンウクという開いた民主党の比例代表議員。今年比例代表で選ばれて自分は1億3000万ウォンのレクサス LS に乗りながら反日先導してた人なんですね。国会議員。しかも比例代表で選ばれてるくせに玉ねぎの嫁も拘置所行きになり、どんどん自分の方に危険が迫ってくると、なんと大胆にユン・ソチョを弾劾しましょうっていう先導を始めます。この玉ねぎ夫妻とこのチェ・ガンウクという比例代表議員は罪を認めたこともないし、一回も謝ったことがないんです。こういう人たちは過重処罰しなきゃいけないんです。ユン・ソチョ復帰を決めたホンスの判事、玉ねぎの嫁に4年を求刑した判事がもともと原則に充実していた判事だと今韓国では褒めたたえてます。この2つの大きい判決の前にムン・サイナンがなんと大法院長と憲法裁判所長を含め5人でコロナ懇談会という名目で会っていました。これだけでもまたムン・サイナンの方には罪が追加されます。自分たちは前の政権のヤン・スンテ大法院長が青瓦台の金義中秘書出場と電話をしていたということで司法漏断という罪をかぶせている人たちが自分たちは露骨に重要な判決の前にあって暗黙で圧力をかけていた。これこそが司法漏断です。この人たちがあんまりにも堂々としているから、なんか見てる人たちもなんかこうさらっと見ちゃいますよね。でもムン・サイナンの罪が追加されることを我々はちゃんと数えてます。むしろこの懇談会がなければ、ムン・サイナンは自分が求めていた答えを得られた可能性も高かったんですが、この懇談会が問題になり、
実際一番国民に叩かれるのは、この裁判を担当していた判事が一番悪口を言われるから、その判事にとってはもうすでに沈んでしまっている船の船長の話を気にする必要などないからです。わざわざこのような懇談会の席を設けたのも、ムン・サイナンが不安だからなんです。つまり、これがレイムダクの証拠なんです。判事が法に基づいて判決を下すのが当たり前のことなんですが、これが褒められなきゃいけない社会になりました。これがムン・サイナンが言っていた、一度も経験したことがない国です。判事が政治的な傾向を持ってはいけないし、それがいかに不幸なものなのか、そのような傾向を持っている判事の最後がどのような結末を迎えるのか、それは僕も知ってますし、皆さんも知っていると思います。でもこの判事たちを褒めたたえられない人たちがいます。むしろ非難する人たちがいます。僕のチャンネルによく登場している代表的な一人の言論人、テケムンをやりながら、それでビールまで変えた人なんです。既得権益が反撃している。しかも判事に向かって、死んでみろこの野郎とか、過激な発言を口にしました。そして最後には、政治家、玉ねぎの壇上を目撃することになるとか、それが有罪ならその時代の親はみんな刑務所行きになるよとか、本当に論理的な反応をしていました。これがテケムンのトップである人のレベルです。政治家、玉ねぎの壇上を目撃するのではなく、一般人玉ねぎの肛門検査を目撃することになると僕が予言します。パク大統領の時には判決も出る前にチョンユラの退学が決まっていました。まだ玉ねぎの娘が卒業した高校だとか大学院とか、未だに退学処分を決めていないんですが、玉ねぎの娘は少なくとも高卒になると僕が予言します。本題に戻って玉ねぎ男3、駐米長官がユン・ソチョルに対して職務停止の6つの理由を挙げた時に、そんなのおかしいよと駐米を損切りした法務部次官、彼の代わりに法務部次官の席を引き受けたのはイ・ヨング。去年は法務部の法務室長をやっていた人なんです。この人も入った途端、多重的者っていうことが話題になって騒がれます。今韓国で不動産問題に関しては、テケムンが一人もいなくなります。玉ねぎ男2、ピョンチャンウン候補者のこの間の聴聞会のニュースに書かれたコメントとかを見ても、人が先だというムン大統領の本音は、私の人が先だという意味なんだな。騙された。骨まで社会思想に滲んでいる奴が上官だなんて。お前が考えているのが資本主義を否定することだ。一応民主党の私有財産を国家帰属して始めよう。本当にこの国に人材がいないのか。それとも国民を癌にさせるために、ああいう人たちだけを出しているのか。使用権だけが国民？それが共産主義者だ。本当に深刻だね。話にならない。この政権本当にどうしようとしてるんだ。面白いのが YouTube のニュースのコメントを占領していたテケムンたち。不動産の話が出ると静かになる。本当にイカれそう。自分たちは良くて国民は所有しちゃいけないって。あの子だけか。今、重要な人事をする人の中で正常的な人がいるのか？ 180 席になった後、本当検査ができないね。土地の国有化を主張するんだなんて、自由民主主義の国家で本当に怖い。この人資本主義を否定する政策に同意しながら、それが資本主義をなぜ否定しているのかを知らない。つまりヤンバンたちは所有するのは問題がないんですよ。今一番深刻な問題である敏感な不動産問題だから、イ・ヨング候補者は結局自分が所有していたソウル市のトゴクトンの方にあるアパートを売りに出しました。価格は16億ウォン。この金額で売れるとしたら彼はわずか4年で8億5000万ウォンの利益を得ることになります。今韓国ではいろんな不動産チャンネルだとかマスコミの方で来年も今より家だとか土地の値段が上がるとか今の水準を維持するだろうっていう話が多いんですが、せめてこの人が今の時点で不動産を売るっていうことはこの人にとってはプラスになると思います。不動産問題が解決されるとまた新たな問題が出てきます。彼は先月の6日、酒によってタクシーに乗って家に帰る途中、家の近くに着いて自分を起こすタクシーの運転手さんを暴行したんです。これがこの世間のレベルです。国土交通部の長官は自動車税だとか交通違反の罰金を滞納して車まで差し押さえになる。誰よりも法をきちんと守らなきゃいけない法務部次官が
暴行罪を起こしてしまったということです。当時、タクシーの運転手さんが112に通報した録音ファイルを要求すると、警察の方はイヨングのプライバシーの侵害だということで、録音ファイルの提供を拒否しています。マリパントゥアネットって言いながら、キム・ヒョンミ前国土交通部長官を風刺した陳順権教授だとか、国民の力の院内代表、あと市民団体など、運転手への暴行は重大な犯罪だと、この事件を権力訴による庶民暴行事件であって、任命を強行する場合、文在南政権は国民を犬豚に見ていることだと猛烈に非難しました。それで知見を詳しく調査すればするほど、また怪しいことがどんどん浮上していきます。タクシーの運転手さんは車を停車したところがアパートの中ではなくて、アパートの前にあるお店の前だって言ってるんですね。警察庁の報告書の方も路上、つまり一般道路と書いてあります。一般道路で暴行罪が行われた場合、これは単純暴行罪だけじゃなく、特別犯罪過重処罰罪が適用されなきゃいけないんですが、警察はアパート団地の中じゃなかったにもかかわらず、拡大で解釈をしてアパート団地にしちゃったっていうことなんです。それで単純暴行罪に事件を終わらせた。これが果たしてソチョウグの警察署だけでこのような判断を下したでしょうかっていうことなんです。これはイヨンゴに対しての法務部、そしてその上のブルーハウスの方で指示があったんじゃないか。皆さんは本当にドラマを見る必要がないです。今このイヨングの暴行事件がまた韓国ですごい話題になっているんですが、こうやって捜査を縮小して終わらせたという疑惑があるソチョウ警察署の中で、警察の幹部が極端的な選択をした事件が起きました。ソチョウ警察署の関係者が約1000人ぐらいいるそうなんですが、その中でも上位の100人の中に入る幹部なんですね。日本で言うと警察署班長ぐらいの肩書きです。しかも親の家の駐車場で亡くなったっていうことなんですが、ソチョウ警察署の自分たちの話だと、彼はイヨング地検とは全く関連のない部署で働いてたって言いながら、もうすでに線を引いてるんですね。そしてもともと持病があったかのように、頭痛があってよく薬を飲んでいた人だっていう話をしています。ここでまた新たな事件が発覚されるんですが、彼が去年法務部の法務実情をやっていた時に、顔からわかると思うんですが、判事の中でちょっと変わってるテケモンの女性検事がいます。この人も玉ねぎのように SNS 中毒で、取引の内容で SNS もちょっとやめてくんないっていうのも入っていたそうなんですが、去年前検察の幹部4人をソウル地方警察庁の方に起訴していたんですね。職務怠慢で。それでイヨングの方が取引を提案していたんです。その起訴を取り下げてくれると、あなた法務部にいい職に座らせてあげるよ。つまり人事を利用して取引をしたんです。このようなことができる人をムン・サイナンは優秀な人材だと思ってるんでしょう。でもこれはまた新たな罪が増えるだけのことです。本当に韓国ドラマを見る必要がないです。イヨングがこのような取引を提案していた時の法務部長官は誰だかっていうと、玉ねぎでした。玉ねぎも何年が求刑されるか本当に楽しみですね。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。